ピオフィオーレの晩鐘エピソディオ1926限定版特典ドラマ CD ラ・フェスタ・ディ・サン・バレンティーノ。イタリアプッリャ州フォッジャ県に位置する小さな港町ブルローネ。マフィアに支配されたその町はひとときの平穏を得ていた。ブルローネマフィア3組織は利害の一致から協定を結び、街中で抗争も起きることはない。アドリア海から吹き込む厳しい冬の風が和らぎ出す頃、春の先触れを感じ始める季節に訪れるサン・バレンティーノ。恋人たちの記念日、男性から女性に、大切な人ただ一人に愛を込めた贈り物をする日。1926年2月14日。今日はサンバレンティーノ、恋人たちの守護聖人の日。だから彼女に何か贈り物をしたい。こんな祭日、俺にはずっと無縁だと思ってた。今年の2月14日は俺にとっては特別。恋人じゃないのに今日贈り物をするのはもしかしたら変なのかもしれないけど、でも彼女にいつもありがとう、大好きって気持ちを伝えたい。どれにしようかな。人に贈り物をしたことほとんどない。されたことも。俺がもらって嬉しかったもの、例えばフセットとかあげたら、きっと困らせるよね。もっと彼女が喜んで笑ってくれるようなものにしないと。そういえば彼女はいつもみんなのために美味しいものを作ってくれるけど、あげてばかりな気がする。じゃあ今日は俺が彼女のために何か甘いお菓子とかプレゼントしよう。いいかも。サンバレンティーノにはチョコラータを贈ることもあるみたいだし、普段食べるような普通のチョコラータじゃなくて、ちょっと特別なのがいいけど、どうしよう。俺、チョコラータあんまり食べたことないから、どれが美味しいのか全然わからない。これいいかも。ハートの形のチョコラータがたくさん詰まったボックス。キラキラしてて宝石箱みたい。これ一つください。できたら可愛いリボンつけてほしいです。色は白。白がいいです。早く彼女に渡したい。彼女がどんな顔をするのか、今からすごく楽しみ。今日ため息をつくのは何度目かな。サンバレンティーノのための贈り物ならずいぶん前から用意してあるけど、レモンの木を使った象眼細工のオルゴール、薄い水色で中央には白い百合の花模様。曲は悩んだけど恋の歌はやりすぎかと思って子犬のワルツ。彼女がどんなものを喜んでくれるか考えて、あまり重たくなりすぎないように喜んで受け取ってくれるようなものをって選んだんだけど、
当に渡していいのかな。彼女の命を危険にさらした自分がって思いもある。あの時はそれが最善だと思っていたし、事実そうだった。それにたとえ自分が死んだとしても彼女だけは無事に返すつもりだった。それでもこんな僕があんな純粋な子に構っていいのかななんてね。いいか悪いかで言うなら、まあ確実に悪いことだ。僕はマフィアでベッドの上で家族に見守られながら安らかに息を引き取るなんて死に方は望めない。僕のそばにいれば彼女はまた危険な目に遭う。ただでさえ彼女は特別な存在で狙われやすくもあるのに。でも放っておくわけにもいかない。だって何が起きるかわからないから。誰かが彼女を守らなくちゃいけない。それこそ一族の使命でもある。そう思えば僕のしようとしていることにも多少の正義はあるんじゃないかなんて。大嫌いな使命をまさか自分への言い訳に使う日が来るとは思わなかった。今日はせっかくのサンバレンティーノだから知り合えた可愛いシニョリーナに贈り物をするだけ。それならきっと許される。もちろんそれ以上の意味はないし、別にまだ本気じゃない。感謝の気持ちを伝えるくらい誰だって普通にすることだ。こうしていても仕方ないか。先日、久しぶりに本国からの船が届いた。去年の一件でラオ州は親組織であるリュウ・ファンフイとの関係を大幅に悪化させた。本国におけるリュウ・ファンフイの影響力は特に強い。おかげでうちから手を引いた取引先も山のようにあるが、蛇の道は蛇、中には未だにネズミとつながりを持つ命知らずもいる。以前より頻度が落ちはしたが、本国から物を取り寄せるくらいの自由は利く。しかしどうしたものか。船は大量の舶来品を積んでいた。そのうち商売に関係のないものは身内、いわゆるラオ州でも幹部格の人間に分配される。より正確に言えば好き勝手に選んで持っていく権利があるというわけだが、女物のかんざし、金の細やかな細工はボタンの花か。血のように赤い絹糸を編み込み、金と赤の対比が目に鮮やかな装飾品。これを手に取ったのは特に深い意味もなかった。かんざしなど使うあてもないが、そういえば最近退屈していたな。これを出しにあの女で遊ぶか。くしくも今日はこの国の祭日にあたる。男から何かを送るだの、愛がどうだのと双子が騒いでいた。あの女に向ける意識はただの好奇心以上の何者でもないが、これをくれてやればあの女はどんな顔をしてみせるか確かめに行くとするか。金に糸目はつけねえ。店にあるもん片っ端から見せてくれ。可愛いシニョリーナに一番似合うもんを選びたい。ああ、そうだな。石がでかいのはやめとくか。俺は嫌いじゃねえんだが、彼女は控えめだから華やかすぎるもんは身につける機会も少ないだろうし、せっかく送ったのにしまったままなんてのはあんまりだからな。おう、いいじゃねえかこっちの指輪。綺麗な金細工だなこれ。ミラノの？ああ、金細工の魔術師ってやつだろ。有名だよな。
まだ店を開いてから10年も経ってねって聞くが。はあ、確かに魔術師なんて言われるのもわかる。シニョリーナにぴったりだ。彼女の白い指によく似合うはず。待ってくれ。そっちの銀細工フィリグリーだろ。金属を糸の細さにして巻き上げていくっていう。へえ、綺麗なもんだ。そういえば前彼女にドレスを用意した時、銀細工の飾りを合わせて送ったんだが、よく似合ってたんだよな。よし、じゃあそっちの指輪とこの銀のネックレス両方くれ。値段だから気にしねえって言って。いや、俺が気にしなくても彼女が気にするか。それじゃ意味ねえし。仕方ねえ。どっちかに絞るか。金の細やかな指輪は俺好みの華やかさがある。対して繊細な銀のネックレスは少し力を入れるだけでちぎれちまいそうだが、触れて確かめると金属の糸を絡めてるだけあって十分な強度がある。綺麗なのに実は芯の強いとこはあのシニョリーナに似てる気がする。彼女の胸元を飾るのにこれ以上ふさわしいもんはない。よし、フィリグリーのネックレスにする。とびきり綺麗に包んでくれよ。サンバレンティーノか。いろいろ悩んだが、この特別な日に彼女に贈るなら、バラの花しか思い浮かばなかった。夢見がちな発想かもしれないが、彼女に特別なものを感じているのは事実だ。俺が当主として、墓守の一族の使命を継ぎ、彼女という鍵の乙女に巡り合ったのは、それこそ何かの運命なんじゃないかと。だって俺は小さい頃からずっと、それこそ彼女が俺の守るべき存在だと知らないうちから目を引かれていたんだから。もうすぐ教会か。なんだか嫌な予感がするな。2月14日、彼女に好意を寄せる人間ならきっと黙っていられない。他の誰かに先を越される前に彼女にこの思いを伝えた方がいいんだろうか。だが俺はファルツォーネファミリーのカポだ。彼女のことを思えばこそ彼女との関係は慎重に大切に築いていかなければ。今できることは一つだけ。秘めた思いは言葉にせず、このバラに託す。お前も来ていたのか、オルロック。ダンテ。違うと思うけど、一応聞いておく。今日はお祈りに？いや、そうではなくてだ。祈りに来たわけねえよな。そんなでかい花束抱えて。ギルバートも来てたんだ。花束？そんなものどこにあると言うんだ？ダンテ、その後ろ手に持ってるやつ、隠してるつもりだったの？左右からはみ出して完全に見えてるじゃねえか。一体何本あるんだ？わからない。店にあるバラを全てもらうと言ったからな。ダンテ、君がたまに発揮する思い切りの良さは多分長所だと思うけど、そんなにたくさんもらっても彼女が困るんじゃない？ニコラ！なんだ、お前も来ていたのか。どけ。ヤン！どうしたんだお前までこんなとこで。もしかして会合の日付を間違った？時間も間違っているよ。今はまだ昼だし。
久々に顔を合わせたところでそう変わらんか。相変わらず死に急ぎたいようだが。いや、本音を言うと、お前の要件もここに来た理由も、大体の予想はついているんだが、それを認めたくなくてだな。ほう、ファルツオーネは俺の行動が読めると。彼女に用があるんだろ？うん、正解だ。思ったより頭が回るようだな。ヤン、あまりうちのカポをバカにするような言動はやめてくれる？手が滑ってうっかり引き金を引きかねない。ファルツオーネ、自身の右腕くらいきちんとしつけておけ。この男、協定という言葉の意味がわからんらしい。このセリフそろそろ言い飽きたんだけど、君にだけは言われたくないな。まあまあ、落ち着けニコラ。ね。せっかくのサンバレンティーノじゃねえか。教会前で殺しは良くない。どうしても続けたいなら、別の場所でやった方がいいと思う。いや、オルドックもちゃんと止めろよ。結局こうなったな。お前たちもどうせサンバレンティーノの贈り物をしに来たんだろう。当然だ。当然かな。君が彼女に贈り物なんて、明日は槍でも降るんじゃない？それに、ヤンが言うと、裏があるようにしか聞こえない。使徒殿は疑い深いな。教国は人を信じるなと教えているのか？そんなことないけど。ここにいる連中は全員、去年は彼女に世話になったしな。感謝の気持ちを示すのは当然だ。ああ、そうだな。深い意味はないが、せっかくの祭日だ。贈り物くらいしたくなる。一応、念のために聞いておくが、あわよくば恋人に、なんて下心はないんだよな、ダンテ。当然だろ。大丈夫ダンテ。あからさまに動揺しているみたいだけど。問題ない。ところで、君は余計なことを言わずに黙っていてくれないかな。フランチェスカ、先ほどから余裕がないな。どうした？そうか。俺にあの女を取られると焦っているのか？君ね。それくらいにしとけって。なんかお前ら、日を追うごとに仲悪くなってねえか？さあ、気のせいじゃない。たく。で、ヤン。何がところで、なんだ？お前たち、一体何を用意してきた？そこの名誉ある男には聞くまでもないが。悪かったな、目立つ花束で。いいだろう、別に。大は小を兼ねるはず。女にやる品物が万一被っていたとしたらどうだ？それは、悲しいかも。確かにね、もらった側も困るだろうし、あらかじめ何を用意したのか確かめておいた方がいいかも。そういうことなら、俺から言おう。俺が用意した贈り物は、バラの花束だ。見ればわかるが、王道だよな。うん。サンバレンティーノはバラを贈る人がとても多くて、花屋さんは大忙しだって聞いたことある。ああ、俺の知ってる花屋も、この時期は目が回るってよく言ってる。つまり、それだけありきたりな品、というわけか。まあ、バラの花は普段からよく贈り物にされるからね。あえて今日それを選ぶことはなかったのかも。お前たちにはただのバラに見えるかもしれない。だがこれは思いを込めた大切な。でも、花ってすぐ枯れちゃうよね。後には何も残らんな。いいんだ、思いが残れば。だいたいそんなに言うならお前たちは何を用意したんだ？俺は、チョコラータのボックス買った。ハートの形で可愛かったから、彼女にぴったりだと思って。いいんじゃねえか？イギリスから流行り出したんだよな。サンバレンティーノにチョコラータってのは。彼女も喜ぶと思う。待ってくれ。チョコラータもバラと同じで後に残らないものじゃないか？なぜオルロックにはそう好意的なんだ？日頃の行いだな、ファルツォーネ。お前がそれを言うのか？だったら今日はまともなものを持ってきたんだろうな。これだ。
中華民国風のかんざし？ああ、一説には古来かんざしを贈ることはすなわち求婚の証だったという。本気なのかヤン？女がこのかんざしを手にした瞬間、あれは俺のものになるというわけだ。ふざけるな！お前のような不純な男に彼女をやれるものか！なんだかお父さんみたいなセリフだね、それ。ヤンのことだから、どうせ本気で言っているわけじゃないでしょ。ちなみに僕はオルゴールにしたよ。小物入れとしても使えるようなやつ。無難だけど悪くはないでしょ。無難どころか、おしゃれだな。うん。邪魔にならなくて、もらって嬉しい感じ。重すぎず軽すぎずか。さすがニコラだな。そんなに感心されるようなこと？というか、ギルバートは何を用意したの？俺はフィリグリーのネックレスにした。もっと値の張るもんにするか悩んだんだけどな。デザイン優先で普段使いやすいもんを選んだ。装飾品を与える時点で十二分に重いのではないか？ヤン、もうちょっとだけでいいから、自分の行動、たまには顧みて。それより、フィリグリー自体かなり高価じゃない？気軽に買えるようなものじゃないよね。いくらしたの？ね？これくらいか？一般人の給料3ヶ月分じゃないか！重っ！何を考えているんだお前は。いいじゃねえか。値段なんてわざわざ彼女には伝えねえし、気負わせるつもりはって。やん、どこに行く？いつまでも立ち話になど興じていられん。さっさとあの女を俺のものにしてやろうと思ってな。待て、抜け駆けは許さない。やれやれ、お前たちと仲良く並んで会いに行かねばならんのか？何にせよ、女が選ぶのは俺と決まっているだろうに。別に決まってないと思うけど。君、本当にその思い込みの強さなんとかした方がいいよ。心のお医者さんを紹介しようか？真実を認められんフランチェスカには、頭の医者を紹介してやっても構わんが。待て。教会の前で獲物を持ち出すな。というか、彼女の意思を確かめれば済むことだと思うが。誰のプレゼントをもらうか、彼女に選んでもらえばいいと思う。なあ、当然お前らも彼女に話したいことがあるんだと思うが、最初に言うのは俺でもいいか？ああ、別に構わないが。じゃあ、俺は2番目にする。それ以上は待てんな。3番手は俺がもらおう。じゃあ、残りは僕とダンテか。どうするダンテ？好きな方を選んでいいよ。俺は最後でいい。じゃあ行くぞ。この時間ならきっと彼女はこの中にいる。チャオ、シニョリーナ。やっぱり聖堂にいたんだね。他に祈っている人はいなさそうだね。ちょうどよかった。今日はサンバレンティーノだから、みんな、あなたに渡したいものがあって来た。なあ、シニョリーナ。今日はサンバレンティーノ。大事な相手に思いを伝える日だ。だから、改めて言わせてくれ。俺があんたをどう思ってるのか。あんたは、鍵の乙女って重荷を背負ってる。けど、俺はそのことにあまり触れねえようにしてきた。本人にはどうしようもねえことに振り回されるのは見てられねえ。せめて、俺のそばにいる時だけでも忘れてほしかったし、ただの普通のシノリーナでいてほしいって思ってた。できれば、これからも、役目とは関係ないあんたを、俺は支えていきたいと思う。叶うなら、友人以上の存在として。これは、俺の気持ちだ。身につけてくれたら嬉しい。すぐに答えが欲しいなんて言わねえ。いつか、
聞かせてくれ。次は、俺の番。今日を誰と過ごしたいか考えたとき、俺の頭には一番にあなたの顔が浮かんだ。まるで当たり前みたいに。これからもずっと一緒にいたい。たくさんたくさんありがとうって言いたい。こんな気持ちになるのあなたにだけ。使徒だからあなたのそばにいたけど、きっともうそれだけの気持ちじゃない。あなたに贈り物用意したから受け取ってもらえたらすごく嬉しい。俺あなたのこと大好き。これをくれてやる。お前なら腐らせずに使えるだろう。だが、ただでやるとは言っていない。対価を払え。俺が求めるのは金ではない。お前でいい。俺の女になれ。お前はブルローネマフィア、そして峡谷の使徒からも気を向けられている。多くの男を惑わせ、引きつける。それだけの価値がある女、というわけだ。そんなおもちゃ、喉から手が出るほど欲しいに決まっている。お前はただそこにいるだけで、俺の退屈を紛らわすやもしれん。いや、それはさすがに過大評価というものか。僕からも君に贈り物を。オルゴールなんだけど、落ち込んだり寂しくなったりした時気分転換になればと思って、この曲を聴くたびに僕のことを思い出してくれたら嬉しい。ねえ、シニョリーナ。僕は犯罪者だ。君はくれぐれも、こんな男に引っかかっちゃいけない。そう思う気持ちに今も変わりはないよ。もちろん、君が信用してくれるのは嬉しい。けど、あまり無防備なのも困る。僕は悪い大人だから。今よりもっと意識してほしいって願ってしまうかもしれない。その時はせめて予告するよ。君が覚悟を決められるように。俺も、お前に贈りたいものがある。これを。このバラは、俺の思いを託すのにふさわしい花だと思っている。お前の存在を知ったのは、それこそ子供の頃だった。それから鍵の乙女だと、守るべき存在なのだと知って、去年の事件以降、こうして当たり前のように話せる関係になれたことを、とても嬉しく思う。もし俺だけじゃなく、お前も同じように思ってくれているなら、嬉しい。ということなんだけど。どうするシニョリーナ。誰の思いを受け取るんだ？なんだ、まさか全員から等しくもらうつもりだったのか。強欲だな。僕は無理強いするつもりはないけど、でもヤンから受け取るのだけは反対するよ。武力行使も厭わない。そうだな。その時は全員でヤンを始末しよう。負け犬の遠吠えが聞こえるな。真っ向からの勝負では女に選ばれる自信がないか。仮にあんたがどうしても選べねえって言うなら仕方ねえが、それでも誰のプレゼントが一番気に入ったのかは教えてくれ。うん、順位知りたい。何を悩む？答えなどすでに決まっているだろう。己の欲に素直になれ。逃げちゃったね。お前たちが彼女を困らせるようなことばかり言うから、
いや、俺たちっつうか、大体はヤンのせいだろ。責任転嫁か？ビスコンティのボスが聞いて呆れるな。ま、プレゼントは無理やり押し付けるものじゃないし、これはこれでよかったんじゃない？順位がどうとか言わずに、改めて普通に渡せば、多分受け取ってくれるよ。そうだな。彼女ならきっとそうする。じゃあ、今日は諦めて帰るか。と、その前に。どうしたのギルバート。こういうのはフェアじゃねえとな。だから、お前らにはあらかじめ言っとく。今年こそ、俺は本気で行くからな。ああ、俺もそのつもりだ。俺だって。愉快なことになりそうだ。言っておくけど、彼女を傷つけるような真似だけはしないでよ。あの子は、普通の女の子なんだから。彼女は一体誰を選ぶのか。1926年はまだ明けたばかり。おはよう。どうした？ああ、夢でも見ていたのかな。いい夢だったなら良いのだけれど。朝早くからすまない。普段の君なら起きている時間だろうと思っていたのだけれど、早く来すぎた。子供たちが起きてくる前に、君にだけ伝えたいことがあって。今日はサン・バロンタン。君が生まれた国でいうサン・バレンティーノだろ。日頃からよくしてくれる君のために贈り物を用意した。ああ、感謝を込めてね。受け取ってくれると嬉しいよ。気に入ってくれたかい？それはよかった。普段使いやすいものをと思ってショールにしたんだ。ああ、フレンチレースが気に入った？肌に触れるものだからきちんとした生地のものを選んだ。柔らかくて心地よくて君を傷つけないような。軽い気持ちで受け取ってくれると嬉しい。ほら、先月誕生日を祝ってくれただろ。そのお返しのようなものだ。本当にありがとう。君には感謝しているよ、心から。ああ、そうだ。このショールは滑りやすいから、去年クリスマスに送ったあのブローチで留めるといい。貸してごらん。留めてあげる。あ、すまない。手が触れてしまった。ああ、嫌だとは思わないよ。気にしないで。こんな風に合わせて使うといい。よく似合うよ。とても綺麗だ。朝から邪魔をしてすまなかった。じゃあ、また後で。クリスマスや今日のような口実がなければ贈り物はできない。本来、すべきではないと分かっているけれど、彼女は普段からよく頑張っているのに、欲しいものを欲しいとも言わず、ただ、そばにいてくれるから。そういう彼女にだから、贈りたくなってしまう。勘違いはしないようにしなければ。彼女が微笑むと、好意を向けられているように錯覚する。そんな気持ちを私に抱くはずがないのに。彼女は、私が触れることを嫌ではないと言うけれど、それが気遣いだと、ただの同情だと分かっている。けれど、もし、また私を受け入れてくれることがあれば、その時は、
ただの錯覚ではないと認めるしかない。そんな日が来るとは思えないけれど、